営業の仕事とか販売の仕事って結構大変。営業っていう仕事に関してのお金じゃなくて、お金置いといて何を自分が得られるのかっていうのを結構説明をしてるんですね。このスキルって、究極人生で役に立ちます。こんにちは、まんじです。このチャンネルでは14歳から働き、21歳で起業、現在までに300億円以上売り上げた経験で培った人材育成や組織づくりなど役に立つ内容をお話ししています。興味があれば見ていただけると嬉しいです。はい、本日もよろしくお願いします。お願いします。本日のテーマがですね、営業という仕事はということで、ちょっと僕自身も営業経験何年かあるんで、ちょっとこれどういうことなのか解説いただいてもよろしいでしょうか。はい。弊社では、いわゆるその B2C、個人の方に向けての営業、販売みたいな感じですよね、をやってるわけですけれども、当然その従業員の中に昔あった声としては、営業の仕事とか販売の仕事って結構大変、あんまり好きじゃないとか、好き好んで別にやりたくないとか、そういう声もやっぱ昔あったわけですよね。で、結論、営業という仕事をできて人生損はないと。むしろできた方がいいと思ってまして、従業員にも説明をするんですけど、基本的にやっぱりその何か働く上で自分にメリットがしっかりと理解できないと、ちょっと結構頑張れなかったりするんですよね。単純に言うと一つがお金じゃないですか。お金もらえたら結構頑張りますっていう人いますけど、それと同じように当然得られるものって物じゃなくて経験とか知識もいっぱいあるわけですよね。で、営業っていう仕事に関してのお金じゃなくて、お金置いといて何を自分が得られるのかっていうのを結構説明をしてるんですね。例えば営業を頑張るべき理由って、僕こう思うんですけど、最大の報酬ってコミュニケーション力だなと思うんですよ。このスキルって、究極人生で役に立ちますと。今ね、チャット GPT とか、生成 AI とかいろいろ出てきて、本当にホワイトカラー仕事なくなっちゃうんじゃないかなみたいな話もありますけど、これね、営業スキルをね、活かせますよ。本当ですか？だってコミュニケーション力が高い人って、割と人から好かれる確率も高いし、協力してくれる人も集められるし、助けてくれる人もいるわけですね。異性関係もそうだし、友達関係、家族、上司部下、ありとあらゆる人との関係性構築に役立つんですよ。だから人間関係で嫌なこと減りますよ。確かに。いいこと増えるんですよ。こういう好循環は、やっぱ幸せな人生に近づきますよね。なるほど。どんな職種、業種、会社でも営業って大体ありますよねと。ということは、もし例えばじゃあ仕事に困ったりとかしたときに、営業スキルがあれば、大体どこでもいけるんですよ。なるほど。だって営業ができる人はみんな欲しいもん。だからある意味、どんな業界、会社でも通用する普遍的なスキルなの。今言ったように営業ができる人は仕事に困らないですよ。確かに。どこでも通用する食いっぱぐれない力になり得るんですよね。改めてですけど、営業を通じて身につく力って、先ほど言ったやっぱコミュニケーション力、人から好かれ協力してもらったり、とにかくあらゆる人間関係で役に立つんですよね。次に、僕はね、やっぱ結構交渉力だと思って。そうですね。相手との、要は合意、形成ができる力。そして、ウィンウィンを実現できる力なんですよ。なるほど。あと、人間関係構築力ですよね。人間関係構築。だってどんな相手とも信頼関係を築く力ですよ。営業できるって、そうですよね。確かに。2C とか 2B ももちろんありますけど、相手がどういう人かっていうのを関係なくというか、どんな人であってもやっぱ売っていかなきゃいけない。営業していかなきゃいけないんで、ある意味いろんな人ともそういう関係を築く力が、成果出してる人は結果ついてますよね。なるほど。そういったことをもとに得られる人生の変化としては、言い方悪いですけど、自分の思い描いた方向に物事を進められるようになりますよと。
いつまでも受動的じゃなくて、能動的に自分が思い描く方向に物事を進められるんですよ。だから嫌なことが減って、いいことが増えて、好循環生まれますよと。はい。結果人とのつながりに恵まれて人生豊かになって、転職とかキャリアアップにも強く、人生の選択肢も広がっていくわけですよ。逆にその営業ができないと、営業スキルがないってことは、ある意味ですよ。コミュニケーション力がない。交渉力がない。人間関係構築能力が低いってことですか。そうすると、最悪の最悪はですね、やっぱ人間関係に苦しみますよね。助けてももらえなくて孤立しやすくなるし、それでメンタルのダメージを受けてっていう、こういう悪循環になっちゃう可能性があるんですよ。なるほど。そういうような話をしてると、別に私は人付き合い好きじゃないしとか、苦手だからいいし、別にいいですという人たまにいるんですよね。僕も正直人付き合いはあんまり得意な方ではないんですよね。そうですか。なんですけど、僕こう言ってますと。今の世の中みたいにどれだけ便利になっても、結局人との関わりは避けられないんですよ。だって、あなた人付き合いが苦手だからしたくない。だからいらないって言うけどと。じゃあ一生一人で生きていくつもりですかと。仮にじゃあ結婚したら家族できるし、じゃあ結婚したら相手の親とか兄弟とか、自分の中でも最低限の友達とか、どれだけいらないって言ったとしても、最低限の社会生活の中で人との接点必ずありますよと。だから避けられないんですよと。なるほど。一生ずっと一人みたいな、誰とも関わらないみたいなのはやっぱり物理的にやっぱ現実的に無理ですよね。そうですね。そんな寂しい人生求めてないでしょ本当はっていうのもあるんですよね。だから本当に私も言ったことありますけど、結婚した時に本当そうなんですよね。相手の親、兄弟、親戚、僕関わりたくないんで関わりませんって言えるわけないでしょ。だとしたら必ずそこに人との関わりがあるから、ここでもう一回言いますけど、コミュニケーション力、交渉力したらいけたらいいけど、交渉力、人間関係構築能力なかったら結構大変ですよ。確かに結構大変そうですね。だから嫁姑問題とか、円滑になかなかいかないんですね。兄弟とか、あの人嫌いとかね。もっと言うと自分の兄弟ともね、人間関係ですからね。その物事うまくいかないって本当に大変ですよね。それがうまくいかないことによって起こってる問題って世の中散々ありますよ。遺産の相続問題とか、それこそ嫁姑問題とか、いっぱいあるんですよ。そういうのを起こしたいんだったら別にいいんじゃないのと。そういうので泥沼になりたいんだったら別にコミュニケーション力なくてもいいけどと。結局こんな感じになっちゃうんですよね。営業職の価値ってもう一つあって、僕言うんですけど、本当の専門職、例えば弁護士とか医者とかって、なるまでが大変じゃないですか。でもなったらなってる人が少ないから、なってしまうまでの競争は大変だけど、なってしまった後の競争って、すごい差がつくわけじゃないんですよね。つきますけど。でも、一見誰でもできる仕事って、間口が広いんですけど、でも、だからこそ逆に言うと、できる人とできない人の差がすごいんですよ。なるほど。だから、突き詰めちゃったら結局差がつくんですよね。営業もそういう仕事ですよ。だって誰でもやろうと思ったら、人に物を売るとか、そういう仕事だから、別にやれって言ったら一応できるわけじゃないですか。でもその成果、本当の意味でのできるできないはめちゃめちゃ差がつくんで。そこで突き詰めて登れたら、先ほど言ったように仕事に困らないし稼げますよと。ある意味めちゃめちゃやれば誰でも成長できるから、努力が報われる職種でもあると思うんですよね。営業を一生懸命働いた仕事とか配属された仕事が営業だとしたら、やっぱ一生懸命頑張ることで得られるものっていうのは、何かコミュニケーション力、交渉力、人間関係構築力とか、その他もいろいろありますけど、結構そういうことも学べるので、これは自分の人生において、未来の将来において、めちゃめちゃ役に立つものですよと。下手したら目の前の歩合制のちょっとした報酬よりも、全然後で高い報酬が得られますよと。営業頑張って損ないんですよ。なるほど。営業できるようになって損ないんですよ。だから、自分のためにも営業頑張った方がいいよと。結果が出せるようにちゃんと学んだ方がいいよと。こういうことを伝えてますよね。ありがとうございます。確かに損はなさそうですね。
お話聞いてると。まあなんかあと例えばですけど、技術を持ってる人って、この技術で食っていけるとかって思うんですけど、確かに先ほどの話と似てて、めちゃめちゃすごい技術を一回作ったりとか、他の人には絶対できないよみたいなぐらいのレベルの技術の追求に関してはそれだけで食っていけると思いますと。でも、それはやっぱり本当一握りの人ですと。例えばですけど、面白いなと思ったのは、事業の方っていらっしゃるじゃないですか。例えば弁護士とか税理士とか社労士とか、司法書士、行政書士とか、この人たちって結構独立してる人多いですよね。集団で組織化してる人もいますけど、結構個人の人多いじゃないですか。本当にこう、一流の優秀な人を置いといて、まあ要は巷にいるよく個人で独立してるような人、こういう人でその後うまくいってる人は収入とか、まあ売上とか業績ですよね。個人でやってるんで業績イコール収入だと思うんですけど、うまくいってる人って営業ができる人ですよ。大体。個人でじゃあ例えば税理士とかをやっていて、本当に税務上の税理士としてのスキルを多分並べた時と、並べられるとしたらですよ、能力としてね。テストでもして、じゃあ上からランキングした時と、その収入としてうまくいってる人のランキングしたら多分全然違うと思うんですよ。なるほど。結局営業ができる人が儲かってるんですよ。個人だったら。やっぱりどれだけスキル高くても、それをうまく営業できないんだったら伝わらないから、そもそも仕事取れないんですよね。当然その一定の専門スキルは必要だという、スキルと、営業力の掛け算なんですけど、でも正直個人として事業やってる人で儲かってる人はやっぱり、結局営業ができる人が多いですよね。なかなか面白いなと思いますけどね。確かに。営業力あったら技術が多少足りなくても相談集客が集まるんで。なるほど。全然仕事いっぱい来ますよ。だから、ここで学びたいのはその技術スキルが、においては、結局ね、やっぱ汎用性低いんですよ。まさに今の事業みたいな話ですけど、専門性が高くて、業種や資格に限定されるじゃないですか。税務とか設計とか開発とか。これって他の業種に行った時に、下手したら全く使えないってことあり得るわけですよね。なるほど。だから汎用性低いんですよ。でも営業スキルってめちゃめちゃ汎用性高くて、何回も言ってますけど、業種業界問わず活かせるんですよ。意外とどんな仕事にも必要とされるスキルなんですよね。まさに今言った事業も税理士、弁護士、社労士、司法書士、行政書士ってそれだけでも専門が違うじゃないですか。でも絶対みんな必要なのは営業なんですよ。仕事を取ってくるっていうね。個人だと特にですもんね。そうです。だからやっぱ営業スキルって一緒もなんですよね。営業できる人って別に何言っても売れるんですよ。2C とか 2B の違いちょこっとありますけど、でも 2C で言ったら別に変わらないですよ。売るものを変えるだけだから。もっと言うと国またいでだって必要なんですよ。確かに。だから意外と転職独立社内昇進とかあらゆる場面で生きるわけですよね。汎用性高いから。なるほど。営業スキルって意外と職種、業種超えるスキルであって、結構自分のことを支えられる、支えてくれるもの。確かに武器ですね。大きな。だから、そう、営業ができないって、ある意味だからもう何回も説明しますけど、コミュニケーション力が低いって自分が言ってるんだし、それを学ぼうとしてないってことだから、結構本当は終わってますし、できるかできないかってできた方がいいに決まってるんだから、その仕事に就いたりとか、それやらなきゃいけないんだったら、頑張ってやった方がいいですよね。で、結果を出しに行くと。そのために学ぶと。できるようになってきたら結果、コミュニケーション力とか、そう、交渉力、人間関係構築力ついてるんで、営業という仕事を極めたら、ある意味、下手したら食うのには困るんですよ。なるほど。確かに。だから頑張った方がいいよと。で、社内で言ってますけどね。ありがとうございます。いやー、すごいですね。営業スキルの大切さが身に染みて分かりました。ありがとうございました。今回以上になります。最後まで見ちゃった方、気づきがあった、よかったなと、少しでも思ってくれた人がいたら幸いです。ありがとうございました。